こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は6月、梅雨も盛りのこの雨が降る季節、草物、花物の飾りを皆さんにご紹介させていただきます。ご覧ください。薄い、まさに淡い色の花、そして紫紺の紫の花。これが立ち咲き乱れる姿、菖蒲の草物盆栽です。鉢の中で仕込んで花を咲かせ、年に一度のプレゼントみたいな季節ですが、木作りをする盆栽もいいものですが、この季節はこのように自然に生い立つ姿がそのままで美しく見られる草物や花物もありがたいものです。花物や草物を飾る時の一つの大切な要素は清めるということです。鉢はもちろんのこと、土の上の姿、そして何よりも草が生い立つとき、そこに枯れた葉っぱ、枯れた枝、いろいろなものがついています。それをきれいに剥き上げて、スッとしたすがすがしさ、これを出してあげることが、この季節の飾りのとても大事なところです。これは菖蒲に限らず、ほとんどの草物、花物に言えることだと思います。一つの菖蒲をそのまま楽しむこと、それをこのように掛け物や置物を置いて景色を大きく楽しむ世界、いろいろな楽しみ方をお話しさせていただきます。まず菖蒲、いろいろなこの種のものがありますが、菖蒲に対して日本が特別な文化を持っているのは、端午の節句をご存知でしょうか。端午の節句には菖蒲の葉を飾り、備えたものです。これはちょうど菖蒲が咲く季節、旧暦の頃ですとちょうど6月に入る頃になりますが、鬱陶しい季節、今から1000年前、日本は疫病もあり、いろいろなものがまだまだ自然に勝てない時代がありました。その時にこの菖蒲の葉を邪気を切る刀になぞらえて、空気を清浄にしてほしいという願いを込めて飾りました。なぜ男の子の節句の端午の節句に飾るかというと、菖蒲、菖蒲、これのなぞらえでもあります。ですからこれが端午の節句の頃っていうと5月の5日ですから、その頃菖蒲咲かないでしょうってなるけど、葉を飾ったわけです。で、それからわずかの季節で菖蒲は旧暦の頃ですと花を咲かせます。新暦の今は6月の初めから中旬が盛りになりますが、当時はこのような中国の神の一人である鍾馗様を共に飾りました。この鍾馗様も疫病を避ける神として崇められていました。と同時に宝剣を使って邪気を払う。これも疫病避けですね。日本の文化やそういう風物というものは、やはり守ってほしい、その季節を無事に過ごしてほしいという祈りを込めたものが多くなっています。今はもう6月ですので、新暦では端午の節句はとうに過ぎています。鍾馗様はお休みいただいて、季節の飾りをご覧入れています。ご覧ください。掛け物に小さな鳥が飛んでいます。ツバメが1羽スッと飛ぶ姿です。なんか筆が薄くて淡いなとお思いでしょうが、これは漆絵という技法で描かれたもので、絵の具ではなくて漆で絵を描いています。1羽がふっと飛ぶ姿、それがまるで切り取ったように菖蒲の咲き乱れるところに飛んでいます。脇を見れば、菖蒲がある水辺のほとりに捨てお舟が一隻、木彫で作られていますが、かえって木彫であることが質感、マテリアルで言えばとても草物と合うわけです。ここに銅製のものや金属製のものの金物でできたものを置くと、どちらかというと主飾りを強くしてしまいます。木彫のような優しいものを
できるだけ使いたいものです。このような、今の季節ってこうだよねっていう世界が切り取った絵のようになる。これも楽しみの一つですね。もう一つ言い忘れましたが、ご覧ください。娼婦に使われている水鉢。これは中国の呂金葉の水鉢です。みずみずしい、まさに今のこの季節の色をよく表しています。もちろん今植えたものではなくて、菖蒲はこの季節のみなので、この鉢に植えて、冬寒さからそこから追い立って、肥料をあげて、花を揃えてというなります。草物の場合は、盆栽のように一つ一つがちゃんと今年も花が咲くとは限りません。私どもなども同じようなものを3つ4つと作って、その年の一番花上がり、姿の良いものをこうして飾ってお客様に楽しんでいただくようにしています。ご説明しましたように、このように菖蒲、ツバメ、そして捨てお舟。どこかで見た景色。まさに今の季節、スキッとする飾りがあります。ただ、ここにございます添え物、典型と言われる景色を添える道具。これを変えることでいろいろな遊びができます。この船、特別に作ってもらったもんで、たった一つの木から掘り抜いて作ってるんですよ。八つ橋ですね。よく菖蒲の、花菖蒲の場所に渡るように板が並べています。ここに八つ橋を置くことで、さらにこの景色がリアルな世界に変わります。花菖蒲は確かに捨てお舟よりも、この八つ橋の方のが似合うかもしれませんね。スカッとした飾りになったと思います。ただし、この飾りの中にも気をつけなければいけないことがあります。ご覧ください。一つの木から彫り上げた木彫の白鷺の作品です。下に青葉の蓮の花が逆さまになって、その上に佇む姿。一本の木で作られている、木彫家の腕のさえですね。白鷺はご存知の通りに、ちょうど田植えが終わって早苗の頃、田んぼに水が張ったところによく降り立って、水の中の餌を探します。これをこの菖蒲のところに置く。これによって菖蒲のところの白鷺、これはこれで素晴らしい景色ですが、ご覧ください。掛物にツバメが飛んでいます。これを僕たちの世界で飾りの中のかぶりと言います。つまり鳥の掛け軸のところに鳥がいる。一番あってはいけないという世界です。ですからここにツバメが飛ぶときには残念ながらどんなに素晴らしい木彫でもこれは使えないというそういう決まり事があります。これは盆栽や水石、山野草だけではなく日本の文化の中で茶の湯の席、様々な席でもかぶるということは季節の飾りの中でできれば避けたいと言われるところです。同じくここにご覧ください。浮見堂。例えば琵琶湖のところに桟橋から渡ってそこに道具が立ってそこから月を見たり歌を歌ったりという豊かな世界です。浮見堂の飾りも大変素晴らしいものですが、残念ながら浮見堂の世界になりますと景色が大きくなります。菖蒲がある同じ高さに浮見堂を置くというのはこのバランスが合いません。飛ぶ鳥は良いにしても浮見堂をもし飾るんなら脇床のようなところに高く向こうにあるという距離感が欲しいものです。そういうわけでここに合うのは捨てお舟や八つ橋が一番景色に似合うなという世界です。飾りは基本的に掛物も小道具も
やはりその主たるもの、この景色を助けてくれる役目ですから、すっと受け入れられるもの、それが一番だと思います。さて、先ほど菖蒲の飾りの席をご披露しましたが、菖蒲から一つ進んで、まさに梅雨明けが間近という中の草物の飾りです。ご覧ください。太いという草です。畳表を作るいぐさのい。これがとても太くなったように見えるので、太いという名前がついています。スーッと立ち上がる姿。それが幾本も見事な清々しい、青々しい姿で我々に楽しませてくれます。この清々しさがこの梅雨明け間近の季節にはとても嬉しいものです。水辺に生えるガマやそういうものと近い種類ですね。現代的なおしゃれな水色の鉢に入っています。先ほどの菖蒲の力強い露金葉とは違い、とてもモダンでおしゃれな世界なので、使う地板もお茶道具で使う風呂先の長板と言われる新塗り、塗り物の黒い板にしました。厚さ、長さ、そのバランスもこういう草物飾りにはとても大切なところで、ご覧ください。この漆塗りの鏡のようなところが水辺の中に浮かぶこの太いを思わせてくれます。掛物は水にぷっかりぷかりと浮かぶ殿様ガエル2匹の姿です。田中一庵という戦前のとても筆の上手な方が描きました。横物ですので、こういう世界がここにあるということを伝えています。先ほどの燕の世界とは違って、景色が全部が一緒になるのではなくて、太いのある世界に見える水辺の世界がここに一緒に描かれています。つまり先ほどのものは、菖蒲があり、燕があり、八つ橋がありという大きさや高さもみんなそのまま写実に表されていますが、今回は太いの素晴らしさ、季節感を、水辺の中にカエルもいるねという心の中の風景でつなげています。このような時には、ここに水辺の動物が描かれているので、脇に置くものは気をつけるべきです。よく脇飾りの道具というので凝る時がありますが、本当に凝った究極はないという形もあります。このように太いの素晴らしさ、そこに添える季節の掛物、この二つのみで表す。なんかここが間が抜けているように見えるなと思うでしょうけど、この間こそが清々しさの一つでもあります。このように山野草飾りはしつこくなく、それでいて季節をちゃんと捉えた数少ない道具をきちんと摩寸法も合わせて使い込む。これが、すごいな、この人大体やり込んでるなというのが見える部分かもしれません。夏飾りはこのように清々しくありたいもんですね。いかがだったでしょうか。今回は夏飾りの山野草を掛け軸を使ったり道具を使った席をご紹介しました。面白かったよって、参考になった。そんなことを思っていただける方がいたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またお会いします。